こんにちは、ひろこパンのひろこです。今日は、シンプルなスポンジケーキを作りたいと思います。基本のやつで、スポンジケーキいろんなやり方あると思うんですけど、材料が少なくて一番簡単なやり方を今日やろうと思って、焼き時間も20分でできるので、作り始めてだいたい30分で作ることができるので、これを例えばデコレーションケーキにしたりとか、ティラミスにしたり、いろいろ急なお客さんにカットしてちょっとフルーツ添えて出すだけでもいいと思うので、これをできるようになっておくとすごく便利なので、そして今日はなんとフライパンで作りますので、ぜひ見てください。今日の材料です。卵、コーンスターチ、小麦粉、砂糖、油です。では作っていきます。まず、卵3個は全卵のまま全部使います。できるだけ常温でやる前にしばらく置いといてください。冷蔵庫から出したすぐじゃない方がいいです。で、卵3個に、砂糖を入れます。はい。で、フードプロセッサー、そうですね、フードプロセッサーはこの、泡立てのビスクをセットしてください。これとっても便利で、蓋を閉めたままずっと勝手に回っててくれるので、すごく大好きです。はい、でガチャッと閉めて、はい、結構実は回しまして、3分からできたら私5分ぐらい結構回してます。それでマヨネーズみたいなこういう色になるまでしっかり泡立ててもらって、そうするとすごく膨らむのでおすすめです。はい、で、このくらい泡立ったやつをですね、一旦ボウルに入れますね。はい、ボウルに入れました。で、ここに小麦粉とコーンスターチをふるいにかけるんですけど、ふるいにかけてここに入れるんですけど、私いつもこれざるを使って簡単にふるいにかけています。ふるいかける何かツールがあれば、もちろん使ってもらっていいんですけど、結構ざるだけでもふるいにかけれるので、手軽にやるのにおすすめです。はい、でそれでちょっとさっくりめに混ぜます。はい、で最後に、油を大さじ1入れます。はい、でこれで焼いていくんですけども、こっちのフライパンの方の準備です。クッキングシートあるんですが、このクッキングシートを、ちょっと折りたたんで、まず折りたたみます。でここにハサミでだいたい5センチぐらいかな、フライパンのこの高さ分ぐらいカットします。はい、でこれをフライパンに、はい、これで綺麗に収まると思います。はい、そして切り目を入れてもらって、でこの中にこの先ほどのスポンジの生地を入れます。これふかふか、すっごい膨らみそうじゃないですか、すでに。はい、じゃあ入れていきます。やっぱりこの泡立てがすごくやっぱり鍵で、しっかり泡立てるんですけど、ハンドミキサーだとちょっと泡立ちにムラが出たりとか、あと結構ずっとやってるの大変ですよね。なので結構料理、ほんとフードプロセッサーすごくおすすめなので、ぜひ利用してみてください。はい、でちょっと下から叩いて空気を抜き
きます。はい、で今から焼いていくんですけども、蓋なんですが、なんとこのボウルを使ってボウルを蓋にして焼いていきます。でちょっとない人はこのお鍋の蓋でもちろんいいんですけども、もしボウルがある方はここにボウルをして、で、この上に熱がちょっと逃げないようにタオルをかけておくといいんですけども、この状態でそうですね、ケーキモードで焼くやり方が一つあります。これでもいいです、ほっときたい時に。で今日やるのはプレートの170度で20分で焼くのをおすすめします。そうするとしっとり美味しい、パサつきが少なく、あと時短にできるので、じゃあプレートの170度の20分で焼いていきます。はい、焼き上がりましたのでちょっと開けてみます。このボウルがすごく熱くなってるので、取るときちょっと気をつけてくださいね。せーの、オープン。わーすごい、ほら膨らんでます、しっかりと。はい、で、ちょっとこう揺すれば少しついたやつも取れるので、ちょっと熱いんで気をつけてほしいんですけど、はいで滑らせるとじゃーんできますので、これちょっと早いうちに、私もすぐ焼き上がったらすぐやるんですけど、よいしょ、こうやってサイドをこのままにしとくとキューってなりますわかりますか？はい、なので、ちょっと早めに取っておいて、それで冷ましてください。はい、これで冷ましておきます。出来上がりです。はい、出来上がりました。今日はクリームがあったので、クリームとちょっとフルーツを添えてみました。ちょっと食べてみます。いただきます。どうですか？おいしい。おいしい。おいしい。おいしいです。簡単に見ていただいたように、多分ね30分ぐらいあればかき混ぜて、焼き上がってしまうんですよ。ですごく簡単にできるので、おすすめなのと、こういうフルーツとかクリームなくても、私たまに子供に今日のおやつみたいな感じでこれだけ焼いてこれだけ食べさせたりもしてるんですけど、そんな感じでやっていただいてもいいし、あと小麦粉をまるっきり私米粉に変えて作る時もあります。ちょっとグルテンフリーを意識したい時に全部じゃなくても半分だけとかでもいいんですけど、米粉にしても十分美味しく仕上がるのでおすすめです。それとあと今日は見てもらったようにフライパンで蓋を閉めて焼いてるので、ちょっとパティシエのお友達に教えてもらったんですが、普通オーブンで焼くと結構パサつきを防止するために砂糖の量を増やすそうなんですよ。砂糖でしっとり感を出すために。で今回このサイズにしては少ない砂糖、これ21センチの今日サイズになるんですけど、砂糖が少なくて済むので、蓋を閉めてしっとりと作るので、すごく砂糖が気になる方もいいかなと思います。はい、でとっても簡単なのでここからいろんなデコレーションだったりとかデザートの幅が広がるので、ぜひ作ってみてください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと作ってみたいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。